お疲れ。Rap Your Japanese Podcast 第1弾やっていこうと思う。このポッドキャストではリアルな、カジュアルな、俺がいつも友達と話してる時に使う日本語、そのなんか先生みたいな感じじゃなくて、もうガチで友達とか家族と喋る時に使う日本語でみんなに話していこうと思う。まあスピードゆっくりするからそこは安心して。で、英語字幕つけたい人はこの CC ボタンあるから、それでつけて。で、あと、そのネイティブフレーズ、教科書で習えないような単語とか、ボキャブラリーは、このスクリーンで見せるから、こういう感じでね。だから、この動画見るだけで、ネイティブなフレーズ、カジュアルな、教科書では絶対習えないようなフレーズとか、めちゃくちゃ学べるから。まあなんかご飯食べながらとか、まあ散歩しながら、まあなんかしながら気軽に聞いてみてよ。早速、今日のトピックについて話したいと思うんだけど、今日のトピックは、言語学習が人の人生をどうやって変えるかっていうトピックについて話していこうと思うんだけど、まず、俺の経験談、俺昔英語とか一切喋れなくて、日本語だけしか喋れなかったんだけど、英語がマジで俺の人生を変えたと言っても過言ではない。これは確実に言える。英語喋れなかったら今この人生ないって考えたら、もう嫌だね。考えらんないから。じゃあ英語が俺の人生をどうやって変えたかについてまず話していこうと思う。英語喋れる前はまあ普通の、まあ学生、普通の子供だったんだよね。典型的な日本人みたいな。まあでもまだちょっとアクティブな方だったけど、まあ普通。なんで英語を学ぼうと思ったかっていうと、学んでもないんだけど、正味ね。なんで英語を喋りたいって思うようになったのかっていうと、まあ映画だよね、まず。映画。そのアメリカの映画とか海外の映画で見るなんか、わかる？恋愛とか、街の風景とか、めっちゃいいな、みたいな。めっちゃ憧れるわ、みたいな。俺もそんな世界住みたいな、みたいな。その漠然とした理由で学び始めたんだけど、そっからなんだよね、なんか英語がめっちゃ楽しくなったっていうか、それまでは別に英語なんて、英語嫌なんだけど、みたいな。英語なんてなんで学ばなきゃいけないのみたいな。英語こんなんしてても別に喋れるようになるわけないし、みたいな。意味ないでしょ、みたいな。で、あとなんか、その授業の雰囲気、日本の授業のあるあるなんだけど、なんか、発音、先生がさ、これ発音してください、みたいな。言うの。これ発音してくださいって言うんだけど、その時に、発音がいいと、みんなにバカにされるみたいな、変な風潮があったわけよ。だから、本当にマジで、この、ガッツがあるやつじゃないと、あの教育で、英語上手くなるっていうか、英語喋れるようになるのはもうほぼ不可能なんだよね。で、俺別にそんなガッツあるタイプじゃなくて、みんなそうやって日本のジャパニーズアクセントで発音してるから俺もそうしようみたいな。先生のアクセントも全然ジャパニーズアクセントだったんだけど先生も絶対英語喋れないでしょみたいな今思ったらね感じだったんだけど、それ典型的な日本の英語学習の環境で育って、で映画に出会いましたって、その海外の映画見て憧れて、そっからやっぱ好きになって英語好きになってっていうか喋りたいな、分かるようになりたいな。でも別に特にそんなちゃんと教科書全部勉強したりみたいな、単語帳開いて毎日見たりとか一切しなかったよ。
うなんか気づいたら、なんか、高校生くらいの時かな。もうなんか英語のテスト毎回100点みたいな。英語簡単やみたいな。なんでみんなわかんないのみたいな。こんなんパターンでしかないやんみたいな。でも毎回100点とか取るようになって、まあでも全然多分喋れなかったと思うんだけど、まあそこら辺からなんか、その、英語のコンテンツがちょっとわかるようになったりみたいな、その情報の幅が広がってきたわけよ。で、やっぱ情報の幅が広がるってことは、世界が広がってくるわけよ。で、だんだん、ちょっと留学行ってみたいなとか、そういうふうに思うようになってきたわけよね。その海外のリアルな生活とか見て。まあでも日本で見てる情報は多分まだリアルな、その生活じゃなかったのかもしんないけど、いい部分しか見てなかったから、まああんまリアルではなかったのかもしんないけど、カナダに留学行こうって決めたんだよね、それで。大学も外国語学部英語英文学科っていう学科に入ったんだけど、もう本当に英語専攻だよね。で、その学科が、その、留学必須みたいな、必修絶対に行かなきゃいけないっていうプログラムだったから、めっちゃいいじゃんみたいな。これ入ったらもう留学絶対行けるやんみたいな。で、そこ入って、留学行きました。実際にね。したら、まあもちろんめっちゃ楽しかった。うわ、これ、マジ映画の中の世界やんみたいな。マジ映画やんみたいな。人種もなんかめっちゃいるし、みたいな。アジア人以外の人めっちゃいるし、みたいな。でパーティーとかあるし、みたいな。でもやっぱり、どこ行っても、結局、自分次第なんよね。自分が変わらないと、何も変わらないから。世界は。どういう意味かっていうと、もう高校とか中学からずっと人見知りで、今もそうなんだけど、人見知りが激しすぎて、もう初対面の人と仲良くなるのめっちゃむずいっていうか、それが結構俺の課題だったんだけど、そんな英語で、ね、その留学行った時は英語も別に今ほどのレベルではなかったから、日本語より下手な言語で友達作るなんて、よりハードモードじゃん。で、なかなか、その話しかけるのにも苦戦して、自分の思ったような留学人生とは違ったわけよ。それってなんでだろうって思ったらやっぱり自分がそういう状況を引き寄せてるって思ったから、じゃあこれはもうちゃんと英語を学んで、英語だけじゃなくてもう人として、その、人見知り克服したり、自信つけたり、そういうのをもっと人として、言語よりも人として大事なことに集中していかなきゃいけないな、みたいな。で、それで、セルフインプルーメントってわかる？セルフインプルーメント。日本語では自己啓発って言うと思うんだけど、この言い方全然好きじゃないんだけど、なんか、ダサいから。自己啓発ね。自己啓発っていうのに、出会って、それも英語のコンテンツよ。英語わかんなかったら、そういうコンテンツも見れないし、そういう情報も手に入れられないし、みたいな。で、英語喋れるおかげで、そういうコンテンツが見れるようになって、で、その自己啓発、そのセルフインプルーメントを今もずっとやり続けてるおかげで人生いい方向に変わってって、自信もついたし、人とのコミュニケーションでより幸せを得れるようになったし、人との関わりってこんな楽しいんだみたいな。で、もし英語を学んでなかったら、もう今、俺はここにいないんだよね。今、もう普通に多分、典型的な日本人で、典型的な大学生で、今22歳、大学最後の年なんだけど、普通に会社員になって、やりたくもない
仕事をしてみたいな。絶対、もう、幸せになってないと思うんだよね。その人生で。でも英語を学んだおかげで、ここにいるから今。Here I am. 英語のおかげだよ、これ。で言語。英語を学んだおかげで、俺の人生は今こうなってるわけよ。わかる？この言語を学ぶ、英語を学んだっていう一個のこの選択だけで、もうここまで俺の人生変わってるわけよ。英語を学ぶ前なんて、こんな素晴らしいことを仕事にできるなんて想像もしなかったよ。普通に人を助けることが仕事って最高でしょみたいな。金だけじゃなくて、金より、もちろん金がなきゃやってらんないんだけど、生きていかなきゃいけないからね。金よりも、みんなに、ありがとうとか、そのコメントでありがとうとか、頑張ってとか、このチャンネルビッグになるよとか、もうそういうあったかい応援のコメントとか感謝されることほど、幸せなことはマジでないと思うんだよね。本当にそう。だから、友達だったらお前って言うから俺普通に。友達だと思って今話してるからね。友達だと思ってお前って言うから。お前は今、日本語を学んでるわけやん。なんかただ言語を学んでるって思うんじゃなくて、今人生を変えるためのスキル、ツールを今習得してると思ってやったら、よりアプローチが変わるんじゃない？よりいいアプローチをできるんじゃない？ほとんどの日本語学習者は、なんか、JLPT、日本語のテストとか、なんか、敬語とかしかやってないけど、少なくとも見てるお前は、カジュアルな日本語を学んで、より深いレベルで、日本人たちと、ネイティブな日本人の人たちと、深い関係を作れるっていうのに重きを置いてるでしょ。だからそれはマジで素晴らしいことで、別にテストとか大事かもしんない。学校入ったり授業行ったり。でも英語が俺の人生を変えたのって別にテストでもなんでもなく、英語学んで一番良かったなって思うのはやっぱり出会った人なんだよね。今俺の人生に存在してる人は、英語喋れなかったら会えなかった人たちがいっぱいいるわけよ。お前もそうだし、俺が英語喋れなかったら、この関係もないわけよ。今俺もうこの YouTube やってないし、多分ずっと、もうシャイで不安症みたいな感じで、多分隠れてたし、この社会の中にね。でも英語を学んだことによって、自己啓発にセルフインプルーメントを始めることができて、そのセルフインプルーメントをしたことによって、自信もついて、で、脳のクリアさも上がって、テストステロンも上がって、もっと意味のあることをしたいって思って、これを始めたわけよ。わかる？英語から始まってんのよ、全部。だから今日本語学んでるじゃん。今してる選択は、お前の人生を変えてるから。いい方向にね。だってもっといい人に出会えるんだよ。もっといい人に出会えて、情報の選択肢も広がる。親友とか出会うかもしんないよ、日本語通してね。日本人の親友。日本人のパートナー、彼女、彼氏、結婚するかもしんないよ。その一つの、今、お前が取ってる一つの言語を学ぶ、日本語を学んでるっていう選択が、どれだけお前の人生に影響を与えるかっていうのをちょっと、分かってほしいっていうか、本当にこんなに素晴らしいものはないと思うから。人生を変えるのは一つの選択だから。一つの決断で人生は180度変わるから。これが、俺が今英語を通して感じてること。言語を通して感じてること。
だから人と出会うためにも、深い関係を築くためにも、やっぱりタメ口は絶対欠かせないわけよ。一番大事。敬語なんて賞味ね。結局、もう、OK。例えば、この世界から仕事とか金が全部なくなりました。敬語とタメ口、一つしか話せません。どっちが大事ですか？どっち取りますか？ってなったら絶対タメ口だから。これは間違いないから絶対。俺が嘘ついてると思ってたら、試してみてほしい。もう会う日本人全員敬語喋り続けてみ。絶対友達になれないから。一番問題なのは、教科書とか、アプリとか、他の日本語を教えてるクリエイター、誰も、カジュアル日本語、タメ口を特化して教えてる人がいないっていうね。だから、このチャンネルを始めたわけ。だから、俺コミュニティも作ったわけ。80人くらいいるよ。で俺のメンバーはもうすでに、コミュニティに入ったおかげで、そのネイティブのカジュアル、タメ口話してる時にパターンとか結構わかるようになったとか、めっちゃ言ってくれてるから、もし俺と同じように、いろんな人に会ってもっと素晴らしい人間関係、深い人間関係、深い友情、深い恋愛関係とか気づいていきたいなら、マジでコミュニティは入った